おいっす霊夢部長インスタを。おいっす今回はキャラクターデザインが大きく変更されたキャラをご紹介していきますよ。初期のズンエとその後の漫画作品なんかで大きく変わったキャラって確かにいるよな。そんなキャラの裏話をご紹介していくのでお楽しみに。それではまずはじめに紹介するデザインが大きく変更されたキャラは米地悟りです。なるほど、確かに変わってないようでめちゃくちゃ変更されているよね。まず大人気キャラ米地悟りのデザインを一緒に見ていきましょう。悟りはずんしのイラストから半目なのが特徴の珍しいキャラですよ。同じダウナー系のパチュリーも、お目目パッチュリーだもんな。悟りは第3の目が大体になるのか、必要ない時は両目を閉じていることも多いですね。その他特徴的なデザインとしては髪型はやや癖のある薄紫のボブ、ズンエがピンクなのか紫なのか判別しにくい絶妙な色な上にめちゃくちゃな跳ね方をしているため、髪色がピンクだったり、癖がなかったり、書き手によって分かれますよ。フリルの多くついたゆったりとした水色の服装をしており、下は膝くらいまでのピンクのセミロングスカート、頭には黒いカチューシャ、胸元には複数のコードで繋がれている第3の目サードアイが浮いており、コードは体の各部位にある黄色いハートと繋がっている。また、目玉からはコードが6本伸びていて、頭首元服の下部左手首の4つはハートを確認できていますよ。このようにかなりの複雑なデザインなため地味に絵師泣かせのデザインとなっています。コードがどこから繋がっているのかわからなくなるよね。実は裏設定として、悟りの服髪の色を反転させると、小石の用紙の色とほぼ同じになるのです。それでは色補正を180度変えたものがこちら。ほんまや、小石と悟りのカラーが反転しているじゃん。驚愕の裏設定ですよね。これを見つけた人もすげえよ。そんな魅力的なデザインなこともあって人気投票でも最初からかなり人気が高い。前回の人気大出世したキャラで分かったけど、初期箱石よりもはるかに人気だったんだよな。しかし実は初期のデザインと大きく変更されていました。それがこちら。手が短い。そう、初期のズンエの悟りは手が異様に短く見える。半袖ぐらいの袖から手がひょこっと出ていてかなり短く見えますよね。正直これ誰もが思ったよね。これってもともと腕が短いキャラにしようとか思ってたのかな？ただ同じ時期に登場した黒谷山目と見比べてみると実は腕の長さに差はあまりないんですよ。他の作品ではリブルも結構短い。確かに、これはデフォルメ的なあれか。となるとそういう風に見えちゃっただけってことね。多分萌え袖っぽくしたかったのでしょうが、デフォルメに近いズンエだとこうなったとも考えられますよ。そうか。酔っ払っていた。結構その説はあるね。その後漫画作品などでは人間と同じ手の長さで見られます。でもズンエはズンエで味があって可愛い。そうなのよね。クセ毛とか反目がたまりません。ズンエは手書き感がよく伝わるのがいいんですよね。他にデザインの変更としてはもともとスリッパを履いての登場ですが、茨河線では靴に変更されています。が、東方地霊記伝ではまたスリッパに戻されていますよ。外の時もスリッパ履いてるのかよ。ここの変更は絵師さんのデザインによるものではあると思いますよ。ズンさんなら外でもスリッパにさせそうだぜ。続いて紹介するキャラクターデザインが大きく変更されたキャラは星熊遊戯です。一番大きく変更されたキャラかもしれないよな。まず最近の星熊遊戯姉さんのデザインを見ていきましょう。最近の原作でよく見られるのはこちらの着物姿の遊戯。強力異文でははだける着物に加えて髪型をポニーテールとなっていて、セクシーすぎて戦闘前にノックアウトした人は多いでしょう。ちょっと何言っているのかわからないです。おそらく公式で谷回りの立ち絵は初めてでしょう。それほどまでにタワンなんだろうな。東方水鳥家でも同様にポニーテールではだける着物姿。水滝先生の遊戯姉さんは美人すぎますよね。ぜひ一発殴られたくなります。そのまま消えてなくなれ。東方地霊記伝では胸にさらしを巻き、左肩を露出した着物姿となっています。髪を下ろし、前髪は角の元でクロスしていますよ。ちなみに秋巻先生の遊戯は非常に筋肉質に描かれているのが特徴。かっちょいい感じの遊戯姉さんって感じだぜ。といった感じで着物をビシッと着てより姉御感が出てかっこよくセクシー。これが最近の遊戯姉さんの格好ですが、初期はもっとラフな格好をしていました。そして初期の東方地霊伝でのズンエデザインがこちら。体操服です。もう一つは体操服のような格好をしている服装ですね。こちらは、初登場での服装。発表当初から服装が体操服に見えると言われていましたが、公式で体操服がモチーフであることが明らかになっています。というのは、体育系キャラにしたくて体操着をイメージできるような服装デザインにしているようです。遊戯に体操服を着させた理由がズンさんらしいね。またロングスカートを履いていますよね。実は神主のインタビューによると、このスカートは実は半透明で、下に何か履いているとのこと。スカートは半透明の生地でできているらしく、透けたスカートの下にはよくブルマが描かれています。確かに体操服といえばブルマだもんな。体操服についているラインの色が赤ということもあってか、描かれるのは赤ブルマが多いのですが、青や黒、も
しくはスパッツなどを履いたイラストもありますよ。ちなみに私は薄紫色のパンツにしてもなんとも不思議な格好だな。その後はずっと着物が主流になったんだよな。実はこの着物遊戯は漫画でもゲームでもなく黄昏フロンティアのエシアルフズ氏が書き下ろした地雷伝特典イラストが初出だったのです。へえ、特典イラストが初だったんだ。地雷伝以降体操服は見なくなり、アルフズ氏バージョンの着物が使われるようになりました。どの漫画作品でも、着物に変更されたよな。ただこっちはこっちで体育の先生って感じでいいのよね。そうなのよ、こっちはこっちで体育会系って感じで味があっていいんですよね。結局体操服女子は燃えます。また日頃から着物で、元締め役として行動している時も着物なのでこっちが基本の衣装のようですね。つまり地雷伝で出てきた時はプライベートな服装ってことか。お酒飲んで遊びたそうだったしな。この規模が日常茶飯事の地底の元締め役をやっているのだからプライベートでは体操服でも着てゆったりしたいですもんね。遊戯姉さんも体操服を部屋着にするタイプだったのか。続いて紹介する初期とデザインが大きく変更されたキャラは豊里耳の巫女です。確かに、そういえば違っているわ。まず豊里耳の巫女の現在のデザインを見ていきましょう。よく見るのはこちらのマントが活かしたデザインの巫女様ですよね。腰には絵に太陽をかたどった剣通称、七聖剣を携え、手には尺を持っています。この聖徳太子の尺は、寸志のイメージでは根性棒で戯れは終わりじゃバシバシとあれで叩くイメージだと語っています。いやどんなイメージなんだ。十耳かと見まがうほど二つに尖った金髪ないし薄い茶色の髪にはの文字が入ったヘッドホンをしています。あれは能力という神子の固有のスキルである聴力に優れていることから、人の妬みや嫌味なんかもよく聞こえてくるので制御するためにつけている耳栓です。またあの髪型はどうして耳のようになっているか知っているでしょうか？そういえば、なんでだっけ？髪型のモデルは、17条の剣法の2条、厚く3棒を敬え、3棒は仏法僧なりの一節のように、仏法僧と鳴く鳥、この葉ずくから来ている、おそらく色と弾みの形からインドをこの葉ずくと思われていますよ。またこの葉ずくなどのフクロウの仲間は猛禽類にあたり生態系のトップに位置するのだ。マジで持ってくる材料がセンスの塊すぎでしょ。そして彼女のカリスマ性を表すかのようなマント。このマントは蜃気楼でも装飾としてばかりではなく巫女と連動した攻防一体の活躍も見せており、神秘録でもそういったマントの応用が見られている。マントを使って攻撃をしたりワープなんかもできちゃうよな。ドラえもんの風呂敷ぐらいやばいじゃん。マントというかマントを使った戦術を使っている巫女がすごい。また赤マントという怪異を操ったこともありますよ。殺人鬼なんて操らないでください。そんなマントが似合う巫女ですが、初期時からマントを羽織っていたかというと、そうではなかったのです。初期時はもっとシンプルだった。本当だ、マントはつけてなかったんだ。ノースリーブの薄紫に、スカートの紫色は聖徳太子の制定した簡易12回の最上位の色に対応しているものを着ていますよ。へえ、そんな意味があったんだ。それにしてもシンプルだな。マントをつけていないとかなりおとなしく感じるぜ。ちなみに元からこの服装なのではなく、蘇った時に現代風にアレンジした服装が今のこれらしい。初期時は寝起きだったので、案外パジャマとしても着ていた可能性がありそうです。確かに、布を倒した後に復活してすぐに会うからパジャマとしても使っている可能性があるね。やはり天才は服を選ばないのでしょう。そして蜃気楼以降がっつり仙人モードの時はマントを羽織っていますよ。ナルトと同じだね。やはりもっとカリスマ性を出そうと思ってマントを羽織ったようです。ちなみにズン氏がマントを羽織らせて思ったことは、聖徳太子というより、織田信長みたいになったと語っていますよ。確かに過ぎて笑った。また最近では東方水長下にて珍しく庶民的な服装で登場していますよ。本当だ、着物を着ているなんて結構珍しいじゃないか。着物から見るとわかりやすくぺったんです。一応中身派男性ですからね。人里に出向くような時はこういう服装もできるようですね。あと珍しいのはヘッドホンをしていない。ああ、本当だ。ヘッドホンしていないじゃん。そうなると聞こえやすくなって危険じゃないの？ご安心ください。こういう時の服装の場合は耳栓タイプにしているようです。そういうパターンもあったのかよ。これはなかなか意外な裏設定ですよ。視聴者さんはどの巫女様が好きかコメントで教えてくださいね。続いて初期時とデザインが変更されたキャラは、八坂かな子様です。まあね、あれがだいぶ変わっているよな。まずかな子様というと自らの力を見せつけるため、諏訪子様に勝った証ということで蛇を連想させる締め縄をつけていますよ。ちなみに付け外しは可能。戦闘時には御柱も装備、攻撃にしようとかなりの重装備。ちなみに御柱は念力とかで動かしているのではなく、投げつけています。タオパイパイやないか。また御柱から弾幕を放つので、ガンキャノンとかスターゲイザーとかグランドガンダムというあだ名が与えられています。胸につけているのはマスミの鏡と呼ばれる諏訪大社の宝物だと思われますよ。へえ、あれは諏訪大社の宝物か。ちなみに力を分け与えた奥羽も胸に神が宿っていますが、
かな子様ももともと、人間だった可能性があり、あの胸の鏡に心霊が宿っているのかもしれません。やっぱり神様も胸の中に住みたいと。特徴である赤い服は威厳を出すためとされていますよ。そんなかな子様の初期時のデザインの変更は、大体みんなもわかっていますが、毛量です。初期時はもっこもこだもんな。可愛い、肩幅ぐらいまでもっこもこなことからよくクレヨンしんちゃんのミサエとしてよくネタで扱われました。確かにミサエそっくりだ。実はこれはガチで公式がそれを元にしている可能性がある。マジで？マリサのエンディングでマリサに叱るシーンでは頭グリグリをしていました。これはクレヨンしんちゃんのミサエもよくやる技ですね。やってる。げんこつと同じようにやってるよね。なのでミサエを意識していた可能性はあるかもですね。かな子様も奥様なので。なるほど、結構ありそうだなそれ。この図面だとマダム感が強いですが、エンディングではもっと幼い雰囲気でめちゃくちゃ可愛いんですよ。見せられないけど、エンディングかな子様めっちゃ可愛いよね。さらにこの時はかなりお姉さん感が強かったのですが、茨城線ではポニーテールで登場しかなり若さ感が出ました。ポニテかな子様はマジで可愛いよ。ここからかな子様めちゃくちゃ美人じゃねえという風潮がやっと起きましたよ。それまでは結構ネタが多かったもんね。さらに東方水鳥花ではお出かけ用のおしゃれ服装へと改造されたことも。この水鳥花かな子様があまりにも美人だとネット内でめちゃくちゃ有名になったよな。本当に素敵すぎます。ちなみにキャラがわかるように御柱のピアスをさせるといいとズンさんの提案で付けられたそうですよ。へえ、そうだったんだ。かな子様は結構いろんなところで出ているからバリエーションも多いね。絵師によって変わってくるところが面白いですよ。続いて紹介するのは白霊レイムのキャラデザイン変更です。レイムって昔からあんまり変わってなくない？髪型とかは変わってるけど。そうじゃないんですよ。実はレイムは胸が大きくなっていた。あ、そういう話ですか。だってちゃんと冒頭で言いましたよ。キャラデザ大きく変更したキャラって。いや言ってたけど、でもコウマ鏡から10億円まで大きさなんて変わってないでしょ。確かに図面を見ると膨らみなんてなく、大きさなんて変わらないように見えます。しかし一つだけ完全に膨らみがある図面がありました。それが東方鬼神城の立ち絵。左胸をよく見てください。胸の膨らみがあるのがわかります。ほんとだ。よく見ると膨らんでいるじゃないか。ちゃんとした乳に影もつけていることからも公式的にでかくした可能性があります。本当だな。わざわざ影をつけるってことは、胸の膨らみを強調させていることだから用してやってそうだ。このことからレイムは年々と大きく育っていることがわかりますよ。ちゃんと成長してくれていたんだ。嬉しいでございます。このままぜひ脇だけではなくて、横乳も拝められるようになってください。続いて紹介するキャラデザインが大きく変更したキャラは黒駒咲です。変更というよりも後々判明したというのが正解かもですね。なんとなく言いたいことわかるよ。今回はまずはじめに初期時の先を見ましょう。初期時の図面では右の腕がないように見える。本当に影も形もないからないように見えるよな。ちなみにドット絵でもないように見えるんですよね。肩出しでミニスカなカウガールの格好をした分、首周りも露出しているのですが、スカーフを巻いているため鎖骨は見えていませんよ。なかなか胸周りがセクシーな衣装で、ヤチエとの対比で二次創作では胸が豊かになるケースが多いな。そして腕もあるのかよくわからない。このことから先は片腕キャラなのではと思われてきました。カウガールらしく打たれながらも人を助けて亡くなった説を押すよ。なのでもしかしたら本当に片腕がないかもしれないということで、東方ロスワの立ち絵でも、片腕があるかないかわかりづらいものになっています。まあ仕方がないよね。ワンチャン本当にないかもしれないから。しかしその5年後の東方10億円では、ほらあるんだよと言わんばかりに両手を見せる立ち絵になってますよ。ちゃんと腕があったんだ。なのでやはり奇形獣の時はたまたま見えなかっただけのようですね。マジで腕なしだったら最強がさらに最強になってたな。このように後々のデザインで腕があることが判明したのです。私の腕で寝かせてやろうと言わんばかりに腕があったね。あともう一つ重要なことが分かりました。奇形獣よりもバストアップしていた。それは非常に重要ポイントです。ラストに紹介するデザインが変更されたキャラは冷戦うどん芸人稲葉です。これはめちゃくちゃ有名だよな。今の冷戦の服装というと、白 T にピンクのスカートですよね。基本的に、制服的な衣装に身を包んでいて、平たく言ってしまえばほぼ女子高生のツーピース制服。この白 T シャツ姿は和書籍からゲームまで現在も使われているデザインで、冷戦といえばこれって感じだよな。ちなみに耳の付け根のボタンの存在から実は付け耳なのではという疑惑が生まれました。つまりウサギではないかもしれないってことか？これについてはなんと2024年の第11回白霊神社秋季例大祭にて、ついに偽物ではないというズン氏直々の発言が確認され、長きにわたる付け耳疑惑に終止符が打たれました。
した。つい最近判明したのかよ。このあからさまにキュートな見た目から新産ホイホイの代表として挙げられるようになっていますよ。そんなレイセンですが、初期時は白 T シャツだけではなくて、ブレザーも羽織っていました。より学生らしいキャラデザインだったんだよな。こっちのレイセンも二次創作ではよく使われますよ。白のブラウスに赤いネクタイを締め、黒から焦げ茶色あるいは紺色のブレザーをその上に着用。ブレザーの胸元にはよく見ると、三日月型のブローチをつけています。下は白薄桃色の、膝くらいまでのミニスカートを着用している。足元は三つ折りソックスと茶色のローファーという格好になっていますね。二次創作では戦闘系のレイセンはこっちを採用するイメージがあるよ。実はこのキャラデザの始まりは稲葉テイちゃんさんのご指導のもとに生まれたものなのです。テイは同じ永遠帝に住む地上のウサギで、見た目と違ってレイセンより公式的に年上なんだよね。レイセンが体を丈夫にしたいと相談したところ寒い日で半袖でいるといいと指導してわざわざ用意してくれたものです。だから半袖の白 T シャツになったのか。ちなみにこっちだった可能性もあります。まさかのクレヨンしんちゃん方式。なんとなくですが、ブレザーを着なくなったのは大人になったからという意味もあるかもですね。ブローチも月から地上に埋まっている人参に変更されていますよ。もしそうならかなり熱い裏設定だね。あともう一つ重要情報があり、エイヤショーのボロ絵から、タンクトップかスポーツタイプのブラジャーのような下着の一部が見えるのだ。それは今日一の重要情報だ。さて以上が初期とデザインが変更したキャラまとめです。意外な事実が知れて面白かったぜ。視聴者さんの好きなキャラデザがあれば教えてくれよな。またコウマ缶組の裏の関係性もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。